こんにちは。仕事に役立つ文房具のお店、天の仕事道具店の店長天です。今日は旅行やお出かけなどの思い出をログに残したいけど、ノートを作ったりするのはハードルが高いなという人におすすめの紙物を入れるだけでね、いい感じに思い出に残せるアイテムと、実際に私がそれを入れている作業をお届けしようかなと思います。いつか旅ログとかね、お出かけ記録を作りたいなと思ってるけど、なかなか重い腰が上がらない人にね、ぜひ見てほしいです。簡単に作れるし、作ってる最中は旅やお出かけの思い出を鮮明にね、振り返ってすごく楽しいし、後日家族や友人に見せながらね、見返すのも盛り上がる旅行やお出かけがさらに楽しくなるログ作りです。まず用意するものから紹介します。旅やお出かけ時に紙物をね、全部取って集めておきます。動画に映っているのは去年約2週間ぐらいヨーロッパに周遊旅行行った時に集めたもの。さすがにね、日数があるのでファイルパンパンになってます。飛行機、電車、バスなどのチケット、あとは美術館とか観光地への入場チケット、お店のショップカード、あとお買い物したレシートとか、国内とかだとおみくじとかも紙物かなと思います。とにかく思い出になりそうな紙物を集めておきます。ちなみに使っているファイルはリヒトラブの確かね、チケットホルダーというものでした。そして今回のメインはこのノート、トラベラーズファクトリーで購入したスパイラルリングノート窓付き封筒。1冊660円です。1ページずつが窓付き封筒になっていて、紙物を上から入れてね、保管することができます。少し厚めの紙で手触りもよくペラペラしていないし、しっかりとしたね、作りになっています。12シート入りでサイズは B6、トラベラーズファクトリーの実店舗やあとオンラインショップでも手に入ります。実際にね、中の紙物を入れるとこんな感じに見えます。封筒のエリアはもちろんね、紙なので書き込んだりスタンプを押したり、あとはね、シールを貼って楽しむこともできます。あんまりね、こだわると終わらなくなるので、私はとりあえず日付スタンプだけ押していくことにしました。使っているのはシャイニー日付印インク付き S300 で1100円です。実はね、トラベラーズファクトリーでこの窓付き封筒にこの日付印を押したサンプルがあって、それがいいなと思ってそのままそのアイデアをね、真似してみることにしました。簡単だしスタイリッシュでなかなかいい感じじゃないかなと思います。では早速ね、紙物入れていこうと思います。複数ポケットがあるファイルで周遊した国ごとになんとなくね、これ分けて入れてあります。もうちょっとね、ひっちゃかめっちゃかになってる部分はあるんですけど、これをある程度ね、1ポケットに封筒の方にね、入れられるように取捨選択をしていきます。仕分けの様子をちょっと背景に最近のね、私の近況を雑談でね、共有していこうかなと思います。以前の動画でもね、ちょこちょこお話ししていますが、7月の上旬にオランダに移住しました。ただ新居に入居できるのが8月以降なので、それまでは一応ね、手続き回りをしつつ近隣諸国を周遊しています。なんかちょっとね、贅沢に聞こえますが、オランダはね、ヨーロッパの中でも物価が高くて宿泊費もかなりかさんでしまうので、一番の節約方法が近隣諸国に行くということになり、結論付きました。でね、貯金を切り崩しながら旅行するのはちょっと気持ち的にね、落ち着かないので、せっかくならヨーロッパに行ったらやりたいと思ったヨーロッパの文房具メーカーさんに会いに行くっていうのをそろそろ実行しようかなと思って思い立ちました。まずはオランダの隣の国ベルギーのブリュッセルの近くにあるアトマというノートメーカーさんに行きました。このチャンネルの最初の方にね、よく紹介していたページを入れ替えられるノートを作っているメーカーさんです。動画でね、紹介後に日本でちょっと手に入らなくなってしまって、紹介した動画ではどこに手に入るのかっていうね、コメントが結構多くあったので、ちょっと手に入らないものを紹介してもなぁと、最近はね、動画にあまり出さないようにしつつ、メーカーさんにお問い合わせフォームから取り扱えないかっていうのをコンタクトしていましたが、ちょっと返信は全然なかったです。
でその後一旦オリジナルでねそういうの作れないかなと思って台湾のメーカーさん、ちょっと別のメーカーさんなんですけど、そことすり合わせた時に輸出入時にコンテナ確保とかっていう条件があって断念。でもねこれは直接アトマさんに行くしかないなと思っていたので、この機会に近くにいるから直接話せないっていう内容で再度ねコンタクトを取りました。そしたらねすぐに返信いただき、商談と工場見学をねさせていただけることになりました。商談はいい感じに進んでいるので、年内には嬉しい報告ができるかなと思っています。その時にね詳しい工場見学の様子も動画にして共有していこうかなと思います。そしてもう一社、こちらは最近の動画でも紹介しているパピエティグルというフランスのねメーカーさんです。もともと福岡の文房具屋さんでねパピエティグルのノートと出会って、日本では見たことない表紙のデザインとかリングカラー、あと中の紙のフォーマットに惹かれてファンになりました。半年前のヨーロッパ周遊時にフランス・パリの本店に行った時にショップの方にこの実店舗お店の裏でノートを作っていて、近くにも作業場があるんだよっていうのを聞いて、今度来る時はぜひこの中も見たいなと思ったので、今回のタイミングで工場見学できないかっていうのを問い合わせてみました。でね、ありがたいことに工場見学 OK、 あと撮影もね OK もらえたので、こちらはね近いうちに動画にしようかなと思います。パピエティグルさんはねちょうど3週間くらい前に工場オフィス機能を移転したらしくて、川沿いのね素敵な場所にオフィスはありました。はい、というわけで最近のね私の様子の共有でした。そろそろね紙の整理の方に戻ろうかなと思います。紙物はカフェとかご飯屋さん、お土産物屋さんのレシートとかちょっとしたチラシなども全部ねどうなるかわかんないんで保管してあったので、かなり仕分けに時間がかかっているんですけど、こうやって一枚一枚見るうちに旅行中のことが結構鮮明にね思い出されていて、なんかすごく楽しい時間になっています。旅行中だけじゃなくてその後も楽しめるのがいいですよね。あらかた仕分けが終わって、ここでねちょっとミスが発覚。私は今年の日付インスタンプを購入していて、年の部分が2024年スタート、旅行はね2023年なので、最後の一桁がスタンプされないように右端を紙に合わせてその上からスタンプして、2023年の3だけね手書きすることにしました。ちょっとずれていましたが、許容範囲。旅行に行ったらなるはやでまとめるのがいいというね教訓になりました。紙の選別が終わったらあとはね封筒に入れるだけです。ちょっと窓からねいい感じに見えるようにこんな感じでレシートを折り曲げてみたりとか、入れる順番を調整していますが、なんかね調整した割にはあまりうまくできていないなと苦戦。でもハサミで切ったり貼ったりすると手間が増えちゃって、この後ね自分が苦しむことになるので意地でもねそのまんま入れたい。最終的にはもう気にせずランダムに入れた方がそれっぽい感じになるかなとか、加工せずにねそのまま紙物保管しているだけだから、懐かしみたくなったらねこう中から取り出して紙見ればいいやとか自分の中でいい感じの着地点に落ち着きました。よくね手帳作りとかの動画も見るんですけど、他の人のね最後まで気力を持ったまんま見え方にこだわれる人って本当にすごいなと思います。私はめんどくさいがね勝ってしまうともう全然続かなくなっちゃうので、できるだけハードルを低くしてスタートして、慣れてきたあたりで一個ずつこだわりを足していくとうまくいきやすいのかなっていうのに最近ね気がつきました。最初からルールや見栄えとかにこだわりすぎるとちょっと続きにくいので、もしね同じような悩みがある方はもうちょっとこだわりたいかもくらいでねやめておくといいかもです。で窓付き封筒はクラフト紙でできているので、空いているスペースにペンでね書き込みができます。他にもこんな感じでシールを貼ってデコることもできますので、こだわりたい人はこだわれるし、シンプルにまとめたい人はそのままでも様になりますよ。ということで完成。去年のヨーロッパ旅行をギュギュッとまとめることができました。あんなにねたくさんあった紙類を整理していたので、外側はねちょっと厚みが出ました。せっかくなのでここで皆さんにも思い出を共有していきます。まずはフランスです。で次は移住の下見に行ったオランダ。ここはね素敵な文房具屋に出会えて嬉しかったな。
次は軟水が手に入らず苦戦したスイスですね。あとはこの円安物価高の中でも美味しい食事とかお買い物を楽しめたイタリア。11月も下旬になり底冷えする寒さにね、もうちょっと日本が恋しくなったドイツ。こんな感じで家族や友人と一緒に見返してたくさん思い出を共有できたら楽しそうだなというログが完成しました。最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひね、ログを作りたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいる方がいたら、これすごく簡単なのでチャレンジしてみてください。またね。